健一です。動画のご視聴ありがとうございます。前回がオデッセイハイブリッドを久しぶりに乗りまして、でその時にバッテリーが上がったっていう動画を出してですね、バッテリーを交換して、それ以降はですねオデッセイハイブリッド快適に走ることができております。バッテリー交換する前がですね、もうバッテリー自体に溜まってた電気の量がめっちゃ少なかったみたいで、電圧一応測ったんですけども3ボルト切ってるみたいな状態だったので、ほとんど何もメモリ残ってないぐらいな感じになってるのかなと思って、バックアップとかは取らずにですね交換をしましたけども、特に不具合なく走っております。もちろんナビの設定とかですね、時計とかなんかその辺はリセットされてるとは思うんですけど、時計はリセットされてましたね。特に不具合なくオデッセイハイブリッドに乗ることができております。前回ですね話していた通り、少し体調を崩しまして、少しというかちょっとだいぶと言った方がいいのかもしれないですけど、体調を崩しまして、それからですね、入院して自宅でも療養しておいてくださいねということでお仕事を休んでですね、日常生活は支障なく送ることはできているんですが、なかなかこの先がですねどうなるかがわからんみたいなところもありまして、ゆっくりとですね仕事に復帰しようというところで、来週あたりからですねもう仕事に行くことになりますので、ちょっと自分の体のリハビリを兼ねてですね、今日オデッセイハイブリッドで少しだけ田舎の方にですねドライブに行って、ちょっと歩いて自分の体をですね体力を戻そうというところです。で僕はもう祝日とか日曜日とかですね、もう車はなるべく乗らないようにしてるのですが、今日は3連休の中日にですね車に乗っております。本当にリハビリのためって感じなんですけどね。なのでちょっとのんびりとしたドライブ動画を流しながらですね、近場の旅動画みたいな、ドライブ動画みたいな感じで今日は行ってみようと思います。で今日はオデッセイハイブリッドに乗ってですね、京都の京丹波というところに行きます。観光地に行くという感じではないんですけどね、のんびりと過ごせる場所に行こうと、そういうところです。道中今日は3連休の中日で混んでいなければいいなとは思うんですけども、なるべくですね混雑しそうな道は避けてですね、とはいえ国道を通るので交通量は多いと思いますが、ドライブを楽しんでいこうと思います。また別で紹介しようとは思うんですけども、ちょうど体調を崩す前にですね、カメラ今まで使ってたレンズよりももうちょっと広く撮りたいなということで、ちょっとレンズを変えてですね、今回からちょっとワイドに撮れる、広角に撮れるようなレンズに変えてます。でこういうドライブ動画とかですね、車載動画とか撮るときって、なんて言ったらいいんだ、アクションカメラを使うことが多いかとは思うんですけども、僕はですね少しでもちょっと綺麗な映像で撮りたいなというのがありまして、今は一眼レフを使って撮影してます。以前に紹介したかもしれないんですけど、ルミックスの S5M2 というカメラで動画の撮影をほとんどしております。アクションカメラの方がね、動画の揺れが少なかったりとか広く撮れたりとか、全体的にピントがあったりとかするので、こういう車載動画撮るんだったらアクションカメラの方が向いてるんですけどね。
どうしても一眼の方がミラーレス一眼とかで撮影する方が映像が綺麗というのがありまして、一眼レフで撮ってます。で今回からちょっとアクションカメラみたいにですね、少し広く絵が撮れるようなレンズを導入しまして、そちらの方で撮影をしております。で今は国道477号線に入ってきまして、やっぱりですね国道477号線に入ると、渋滞とかではないですけど交通量が一気に増えてきたなという感じがします。そうでドライブに行くときはですね、もう今はですねパートナーにちょっとしっかりとついてきていただいて、疲れたら代わってもらうということができるようにしております。ただ運転はしたくないとは言われますけども、オデッセイは大きすぎると言われるんですが、どうなんですかね。僕もですねこのオデッセイハイブリッドに乗る前は軽自動車フィットみたいな感じで乗り継いできて、でオデッセイハイブリッドみたいな感じだったので、運転が上手な方だったら普通ぐらいのサイズなのかもしれないんですけど、でかくて運転するの緊張しましたよね、買った当時は。車高切れとかは嫌だし、7年やっぱり運転してると、サイズ感も慣れてくるもので、小さいとは思わないですけど、やっぱり交通量はめちゃくちゃ多いんで、ちょっといつも以上に気をつけて運転をしていきましょう。現在も国道372号線と477号線のですね共用区間って言ったらいいですかねを走ってるんですけども、渋滞がすごいです。ちょっとこんなに渋滞するんかと思ってびっくりですね。3連休に出かけるなんてことはまずなかったので、普段平日しか走らないからなんですけど初めてです。ようやく渋滞というか混雑は解消されてきたんですけども、この先ですね、この道丹波篠山の方に向かっていきますので、まだまだ混雑しそうな感じがするので、ちょっと道を変えます。ちょうど今の時期は笹山の方とかですね、丹波の方ですねに行くと黒豆栗、その辺りが有名になって、つい先日黒豆が解禁されたんですかね、でしたかね。で結構道端とかでも販売されてたりとかするんで、この時期はですね丹波に向かう人は多いと思います。だから混雑するのは仕方ないんですけどね。丹波篠山の黒豆ですね、黒枝豆って言った方がいいかな、もうめちゃくちゃ美味しいですからね。オデッセイハイブリッドでやろうと思ってた、いろいろとやろうと思っててやれてなかったことですね。居酒屋オデッセイとかですね、
そういうのやってみようとかって言ってたんですけども、その居酒屋オデッセイがですね、お酒が飲めなくなってしまいましたので、ちょっと企画倒れになってしまったんですけど、旅先とかで美味しいものを買ってオデッセイの中で食べるみたいなことをやろうとは思ってるんですが、またそういうシリーズもですね、今後やりたいなと思うので、またよかったら見てください。今が園部というところにいますが、京丹波町に向かって国道9号線を走っていきます。ここから国道9号線になります。道的にはこっちの方が空いてて良さそうですね。最近オデッセイハイブリッドの気づきというか、オデッセイの気づきといえばあれなんですけども、オデッセイに乗るときってどうしても少人数で乗ることが多いので、3列目ほぼ格納してるんですけどね、ちょっと最近どうしても使わないといけないかもみたいになって3列目を出して2列目を定位置に戻したら、広いけど快適性はやっぱり4人乗りとは違うなという感じがしました。7人でも乗れるけど4人が意外と快適人数だったりするのかもしれないなと改めて思いました。やっぱりこのロングスライドはすごくいいので、家族が少なくてもですね、大きめの車を選ぶっていうのは、運転が苦手な人には勧めないですけど、運転が苦痛じゃなければ全然ありだなと思いました。観音峠を抜けまして京丹波町に入ってきました。入れます？
今日のオデッセイハイブリッドのドライブは京丹波町の方で栗拾いを体験させてもらったりとかですね、外でお弁当を食べたりとかですね、そんな感じのことをして過ごさせてもらって癒しの時間を過ごさせていただきました。やっぱり3連休の中日ということもあり、また京丹波町とかですね、丹波篠山とかこの時期は栗とかですね、黒豆とかが収穫の時期を迎えるということもありまして、すごく混雑はしていましたが、今日行った場所ではですね、ゆっくりと過ごすことができてですね、なかなか普段できない体験をすることができました。ちょうどいい自分のリハビリになったかなと、そんな感じです。でなかなかですね、オデッセイハイブリッドの新しくこれを取り付けましたとか何かをしましたっていうことがですねできないかもしれませんが、オデッセイハイブリッドのことをですね喋ったりとか、オデッセイハイブリッドに乗って、長い距離がなかなか行けないかもしれないですけど、ちょうどいい距離でですねドライブに行ったりとかですね、ドライブスポットの紹介とかできたらいいなと思ってますので、また引き続き見ていただけるとありがたく思います。